ローマ帝国前史導入。ローマ帝国は紀元前27年に始まり、東西に分裂しながらも形を変えて1453年まで続いた巨大文明です。軍事力、王、都市計画、道路網、言語、宗教、その遺産は現代ヨーロッパはもちろん、中東や北アフリカにも深く根付いています。ここでは帝政成立の背景から西ローマの滅亡、そして東ローマ、ビザンツ終焉までを通史として一気に描きます。ゼロ帝政前夜、王政と共和制の遺産紀元前27年、ローマは小さな都市国家として始まりました。王政期を経て紀元前509年に共和制へ移行します。元老院と民会、執政官、コンスルが政治を担い、戦争と同盟で勢力を拡大。ポエニ戦争でカルタゴを破ると西地中海の覇権を獲得。ギリシア、シリア、エジプトへと支配は広がり、地中海はローマの海、マーレノストルムとなりました。しかし、征服の富と権力は内乱を招きます。マリウスとスラ、ポンペイウスとカエサルが争い、カエサルは終身独裁官に、カエサル暗殺後、権力は脅迫に、オクタウィアヌス、後のアウグストゥスが頭角を現します。1プリンキパトゥス、元首制の創設、前27年から紀元284年。11アウグストゥス、前27年から公14年。前27年、オクタウィアヌスはアウグストゥスの称号を得て帝政を開始。共和制の外形を残しつつ、実権を一身に集中しました。軍政改革、属州統治の整備、徴税の合理化、ローマ市の治安と建設、ローマの平和、パクスロマーナの基盤が築かれます。1にユリウス・クラウディウス朝、14から68。ティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロ、属州ガリアの統治やブリタニア遠征など拡張を続けつつ、宮廷政治は不安定化。ネロの治世末、反乱が連鎖し、王朝が崩壊します。13、4皇帝の都市とフライユス朝、69、96。69年はガルバ、オト、ウィテピウス、ウェスパシアヌスが相次ぐ内乱の年、最終的にフライユス朝が成立し、コロッセウム建設など都市事業が進展。ティトゥスは79年のベスビオ噴火やローマの大火の復興にあたりました。ドミティアヌスは専制色を強め、暗殺で幕を閉じます。14ネルーア・アントニヌス朝と最盛期、96-192。ネルーア、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウス、五検定の時代は、領土と行政の均衡が取れた黄金期。トラヤヌスは、ダキアと東方へ、最大半島を実現。ハドリアヌスは、国境線を整え、インフラと文化保護に注力。マルクス・アウレリウスは、鉄人皇帝として知られますが、ゲルマン戦争と疫病に直面しました。息子コンモデュスの専制と暗殺で、王朝は瓦解します。1後、セウエルス朝と軍人皇帝時代、193-284。セプティミウス・セーエルスが内乱を制し王朝を創設。軍隊の待遇改善は安定に寄与した一方、軍の政治介入を助長。3世紀半ばから軍人皇帝時代、短命の皇帝が乱立し、内乱、疫病、経済混乱、外的侵入が重なります。ローマは3世紀の危機に沈みました。2ドミナートゥス、専制制の確率284-476にし、1453東、21、ディオクレティアヌスの大改革284-305。ディオクレティアヌスは帝国を東西に分け、正帝副帝の4分統治テトラルキアを導入。軍を前線に再配置し、徴税と物価を統制。官僚制を強化して動揺する帝国を再建しました。この時期、皇帝権は神聖化され、儀礼は厳格になります。2に、コンスタンティヌスとキリスト教、306-337。コンスタンティヌスは政敵を破り、ミラノ直令313でキリスト教を公認。信徒コンスタンティノープル330を建設し、帝国の重心は東へ、教会組織は行政と結び、帝国の結束を支える要素となります。ただし、宗教的統一は容易ではなく、教義論争が続きます。2、3テオドシウスと帝国の分割、379-395。テオドシウス一世はキリスト教を事実上の国教に、395年。彼の死後、
帝国は慣行として東西に分かれて統治されます。名目上は一つの帝国ですが、政治経済の実態は別々に進み始めます。3. 西ローマ帝国の崩壊。395-476。3.1 民族移動と防衛線の崩れ。フン族の圧迫でゴートやバンダルなどゲルマン諸部族が帝国領内へ。410年西ゴート族がローマを初めて略奪。北アフリカはバンダルに奪われ、穀倉地帯を失った帝国は財政難に陥ります。3に最後のあがきと終焉。軍事指導者スティリコやアエティウスがかろうじて均衡を保ちますが、内紛と簒奪が相次ぐ。451年カタラウヌムの戦いでアッティラを撃退するも消耗は大きい。476年オドアケルが西ローマ最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルスを退位させ、西帝国は名実ともに消滅します。以後西方はゲルマン系王国の時代へ移行します。4. 東ローマ帝国ビザンツの長い1000年 395-1453。4.1 ユスティニアヌスの再征服と法典。527-565。ユスティニアヌス一世は将軍ベリサリウスらを率いてバンダル王国と東ゴート王国を撃破。イタリアと北アフリカ、イベリアの一部を回復します。ただし長期戦は国力を疲弊させ、疫病も追い打ちに。彼の命で編纂されたローマ法大全コルプスユリス・キュイリスは後世の法体系の礎となりました。ハギアソフィア聖堂の再建は帝国美術の金字塔です。4にイスラームの台頭と変容。7世紀東方ではイスラーム勢力が急進。シリア、エジプト、北アフリカを相次いで失います。帝国はテマ製軍艦区制を整え、防衛型へ転換。ギリシア語化が進み、ラテン語の帝国からギリシア語の帝国へと字画が変わります。4.3 製造破壊論争と再興。80世紀製造破壊運動は内紛と対立を生みましたが、最終的に製造数形が勝利。マケドニア朝期には行政、学術、芸術が復興し、マケドニア朝ルネサンスと呼ばれます。バシレーオス2世は軍事的にも強大で、帝国は一時的にハントと安定を取り戻します。44コムネノス朝と十字軍。11、12世紀セルジューク朝との戦いで小アジアを失い、帝国は第一次十字軍を誘発。以後十字軍国家と複雑な関係に、コムネノス朝は軍を再建し経済を回復させますが、旧来の力は戻りません。4後1204年の悲劇と再統合。13世紀第4回十字軍はコンスタンティノープルを占領し、ラテン帝国を樹立。ビザンツは欧米政権に分裂します。1261年ニカイア帝国が都を奪回し、パレオロゴス朝が復興。しかし経済の中心は地中海の商業都市ベネツィア、ジェノバへ移り、帝国は細り続けます。46終焉。1453年オスマン帝国のメフメト2世が大砲を用いてコンスタンティノープルを包囲。1453年都は陥落します。皇帝コンスタンティノス11世は城壁で戦死し、東ローマ帝国は終焉を迎えました。5社会、経済、軍事、文化の骨格。51都市と道路。ローマは街道と水道で結ばれた都市文明です。直線的な道路網は軍団の迅速な移動と交易を支え、橋やアーチ構造が各地に残りました。公共浴場、劇場、円形闘技場は都市生活の中核です。5に軍団と国境線。ローマ軍団は重装歩兵を主力とし、補助兵とともに柔軟に運用されました。国境防衛線。リメスは砦と街道の連続体で機動的な防衛を可能にしました。ディオクレティアヌス以降は前線上中の野戦軍と国境軍の分業が進みます。5.3法と市民権。ローマ法は契約、財産、相続、手続きに強みを発揮。カラカラ帝は212年に帝国内の自由民に市民権を付与。法の普遍性が政治的結束と社会的上昇の道を与えました。54経済と通貨。征服地の富、奴隷労働、大規模地主制、ラティフンディア。通貨改鋳とインフレはたびたび危機を招き、価格統制や税制改革が繰り返されます。
東方の小県に近いコンスタンティノープルは長期的に経済優位となりました。午後、宗教と文化、多神教の寛容性はギリシア文化を取り込み、独自のローマ文化を形成。キリスト教の公認と国教化は倫理観と権威の源泉を再配置しました。ラテン語とギリシア語の2言語世界は神学、哲学、歴史記述を豊かに育てます。6ローマ帝国の遺産、道路、法、都市計画、建築技術、ローマ法大全はヨーロッパ近代法の母体となり、民法商法の深層に影響。キリスト教世界の形成は政治と宗教の関係を再定義しました。ラテン語は学術、法、宗教の共通語となり、ロマンス諸語を生みました。帝国という統治モデルと市民権の観念は近現代の国家像に長い影を落としています。7主要年表、超要約、全509王政から共和制へ、全264、146都へ2戦争、カルタゴ滅亡、全27アウグストゥス、帝政開始、69、4皇帝の都市、フライウス朝成立。98、185検定時代、最盛期、235、284軍人皇帝時代、3世紀の危機、284ディオクレティアヌスの改革、313ミラノ直令キリスト教公認、330コンスタンティノープルセント、395東西分治が観光化、412四号都族、ローマ略奪、451カタラウヌムの戦い、476西ローマ帝国滅亡、527、565ユスティニアヌス、再征服と法典、7世紀イスラーム台頭、東方属州喪失、843聖像数形の最終的回復、1204第4回十字軍、都占領。1261コンスタンティノープル奪回、1453東、ローマ帝国滅亡。8人物スナップ、アウグストゥス戦乱を終わらせ、秩序を設計した建築家、トラヤヌス最大半島を築いた、武断と寛容の皇帝、ハドリアヌス教会を整え、帝国を長持ちさせた管理者、マルクス・アウレリウス剣と書を携えた鉄人皇帝、ディオクレティアヌス帝国を組織で再起動した改革者、コンスタンティヌス宗教と政治を結び直した信徒の建設者、ユスティニアヌス法と聖堂に永遠を刻んだ皇帝、バシレーオス2世、V で帝国を持ち直したブルガロクトノス、コンスタンティノス11世城壁で帝国と運命を共にした最後の皇帝、旧物語的まとめ。ローマ帝国は剣で生まれ、法で成熟し、信仰で延命しました。その都は落ちても制度と思想は生き続けました。都市は道路で結ばれ、人は法で守られ、信仰は共同体を織り上げた。帝国は滅んだのではない。私たちの中に形を変えて残っているのです。